中国のデタラメな主張は世界にはバレています。そして日本国内においても無茶苦茶なことを言っていた人たちが今窮地に立っています。これは非常に素晴らしいことだと言えるでしょう。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国の世界における日本に対する攻撃、そして日本国内における中国とほとんど言っているようなことが同じような人たちが今どのような現状になっているか皆さんにお伝えします。このチャンネルでは世界もしくは日本における様々な政治的な話題について取り上げています。ぜひともこのチャンネルで世の中の変化を捉えていってください。まず最初に取り上げるのは中国のデタラメな主張。日本に対して軍国主義国家であるかのようなレッテル貼りを世界に向けて発信しています。ドイツで開かれていたミュンヘン安全保障会議。この安全保障会議は世界各国の要人が出席し、外交や安全保障について話し合う国際会議です。この場で中国王毅外相の発言が日本に対して向けられました。毎日新聞ではこのように報じています。中国の王毅外相は会議で高市早苗首相の台湾有事をめぐる答弁を批判し、日本には台湾を侵略、植民地支配する野心が消えず、軍国主義を復活させようとする亡霊が今も残っていると明らかにしたと主張。これに対して日本の茂木外人が会議後のセッションで反論し、外務省は中国の主張は事実に反し根拠に欠けると申し入れた。また、こうした中国の主張は中国本土でも同様の論調が取られており、この件に関して共同通信は以下のように報じています。日本は新型軍国主義と批判。中国、秩序挑戦者と定義化。中国が新型軍国主義という言葉で日本を批判し始めた。中国専門家は戦後国際秩序への挑戦者として日本を再定義する動きだと分析。高市政権が憲法改正に向けた議論や防衛力増強を加速させることを中国は警戒しており、対日対抗措置を念頭に置いたストーリー作りの一環との見方も出ている。新型軍国主義は日本を再び深淵に引き込む。中国共産党機関紙人民日報は、小生というペンネームで国際論評を載せた。この論評は習近平指導部の対外認識を示すとされ、新型軍国主義という言葉を使用したのはこれが初めてと見られる。論評は日本の右翼が侵略の歴史を否定し、非核三原則を見直し、平和憲法から離脱することを望んでいると高市政権を批判。新型軍国主義の執念に基づき、日本を改造しようとしていると主張した。このように中国では政治指導部も主張するし、また報道ベースにおいても日本がいかに軍国主義国家に戻ろうとしているかについて報道が盛んになっています。じゃあこれに対して世界がどう見ているかです。最初にも述べたようにドイツのミュンヘンで行われた国際会議においては中国は一体何を言っているんだと、はっきりと否定的な意見が見られました。なぜならば軍国主義国家というふうに日本を見なしていた中国の発言ですが、そもそも国際的な認識としては現在進行形で他国を侵略している国家ロシアがあり、その友好国中国、そして中国は東南アジア各国だけではなくアジア全域において軍拡による圧力を高めており、まさにお前が言うなというような状態だからです。第二次世界大戦以降、様々な国に中国は侵略し、自国領だと主張し、多くの国々で人々を弾圧してきました。中国はそれを内戦扱いして、決して侵略だとは言いません。しかし、蹂躙された国々における人々が受けた弾圧というのは明らかに侵略国家であるかを示しています。そのような国が日本に対して軍国主義国家だというのは、いわばナンセンスな主張だというわけです。一方、日本においては、衆議院選挙において高市政権が大勝利し、左派の勢力が大幅に減退しました。この左派の特徴というのが中国の主張とかなり被る部分があります。例えば、日本が防衛力強化をしようとすると、中国を脅かすようなことをすれば、中国が怒るのは当然だというような、日本こそ悪者だと主張する人たちが日本の国内にいます。代表的な例として言えば、社民党や日本共産党、そうした野党勢力の中にこうした意見を述べる人たちがいます。では、衆議院選挙で社民党がどうなったかといえば、獲得議席ゼロで終わりました。その獲得議席ゼロで終わった社民党の副党首、ラサール石井氏がここ数日、インターネット上で話題に上っています。
正論主義、心強い人気芸人、衆院選惨敗の社民、ラサール石井氏をことごとく論破で支持急上昇、高市さんが戦争します発言にも即全否定。やっぱり社民党はちょっと今後、あまりいい未来は見えないなというふうに僕は思ってて、アベマプライムの冒頭で、社民党副党首ラサール石井参議院を前にこう語ったのは、人気お笑いコンビ、ぺこぱの松陰寺太勇氏。衆院選で自民党が歴史的勝利を収めた一方、社民党は初の議席数ゼロという惨敗を喫した。石井氏が比例当選した昨年7月の参院選では、政党の要件となる得票率 2% をわずかに上回ったが、今回の衆院選では得票率 1.27% に下落。先日は県議会議員や党員など合わせて8人が離党し、国政政党として存亡の危機に立たされることとなった。そんな中、安倍プラでは石井氏がゲストとして登場。ことごとく松陰寺に切り返される場面が注目を集めている。松陰寺は社民党を不安視する理由についてこう述べていた。そもそもリベラルが終わったんじゃないかっていうのはあったんですけど、僕はすごくそれ肯定的に捉えていて、やっぱり反権力ありきの政党という風にも見えるし、実際自分たちがどういうことをやりたいっていうのが有権者に刺さらなかったこともしっかり見えていないなと思って、やっぱり会見を見てても反自民で、反高市の弁がどんどん出てきちゃうっていうのは、やっぱり根本的に今の人たちには刺さらないだろうなというふうには見てます。こうした発言が出た背景は、ラサール石井氏が10代、20代の若者が一番自民党に入れているということに、ちょっと暗淡とした気持ちになります。なぜ自分たちが血を流したり、死んだりすることになる戦争に向かって、若者たちが自民党に票を入れるのか、ちょっと理解できない、などと自民党に批判的なコメントをしていた。ラサール石井氏の発言というのは、非常に中国にとって都合のいい考え方を示しています。まず第一に、ラサール石井氏は、中国による軍拡は全く無視します。彼らがどのように軍事力を増強したとしても、それに対して一切何もするなというような主張を行っています。完全に国際情勢について無視し、日本国内だけの話で、防衛予算が増えることそれ自体が悪であると断じています。そのことについても問われてもしどろもどろになるだけで、国際情勢、特に中国に対する批判的な態度を一切見せなかったというのがかなり象徴的な場面でした。また、今回、高市政権が勝利した背景として、ネットにおける様々な動画が出回り、それらが凄まじい再生数になったことがあります。広告宣伝費をかなりかけただろうといった点についても、ラサール石井氏は、自民党がそれだけ金をかけたんだから勝利したんだというような話をしたところ、今度は、じゃあ社民党が同じ金をかけたら国民からそれだけの投票を受けたと思うのかと逆に問い返されました。たとえ自民党と同じ額広告宣伝費を社民党がかけたとしても、私は全く多くの得票を得ることはできなかったと思います。ましてや、高市政権と同様の大勝利を社民党がして、議席数が3桁取るなんていうことは全くありえないでしょう。彼らがいかに現実を無視して反権力をかざし、そして中国にとって都合のいい発言ばかりを繰り返していることは誰の目にも明らかです。一方、野党第一党、かなり議席を減らした中道改革連合、新しい代表になった小川氏についても非常に評判の悪い船出となっています。というのも、彼自身が新しい代表になって様々な番組などに出演しているのですが、その発言というものが、かなりあやふやで結論を述べない優柔不断なところを垣間見せているからです。中道の新しく代表となった小川氏は、かつては未来のためにはもっともっと増税を行って北欧型社会を目指すべきだという話をしたことがあります。北欧では高福祉を実現するために高負担、高い税率をかけるといったことを行ってバランスをとっています。日本もそのような方向性を目指すべきだという話をしたところから、消費税は 25% でもいいんじゃないかという発言を以前行っていたのです。ただしこれは一議員の時の発言ですから、決して政党としての話ではありません。現在は政党の代表となったわけですから、この過去の発言についてどうなのか整合性を問われました。小川氏はこの件に関しては、全く今の考え方とは違う。決して党の政策として消費税 25% を掲げることはないというような話をしています。
また、以前 YouTube 番組リハックに出演した際には、情緒不安定な面を見せ、そのことについても自分を律することができなかったことを反省しているというような話もしていました。その他様々な番組に出て、今後中道改革連合の政策がどうなるかについて問われたとき、かなりしどろもどろになる場面がありました。これというのも、基本的にこの中道改革連合、まだまだ政策をここだというような方向性が決定しきれていない部分があります。公明党に完全に忖度した政策になれば、元々の立憲民主党の政策と相入れないものがあります。ですから、本当はどっちにしようかなと、まだまだバランスを取らなければならないような状況で、代表になったばかりで、こうするんだというような政策を明言することがちょっと難しい状態なのです。それならそれで、たとえ批判を浴びようとも、これから改めて政策について吟味し、発表しますぐらいな感じで逃げた方がいいんじゃないかなと思います。今のようによくわからない、話が長いんだけども結局結論が何も出ていないような、そんな発言をするぐらいだったら、自分が責任を持って新しい政策を決めるぐらいなことを言った方が、よほどいいんじゃないかなと私には見えてしまいます。そしてこのような野党のごたごたといったものが続いている以上、完全に比較対象としての高市総理の支持率が下がる要因というものがありません。強力な野党の存在というものがあればこそ、期待感は政権与党から野党へと移るものです。今はその野党が無茶苦茶な状態ですから、なかなかそうもいかないというわけです。最新の産経新聞による世論調査だと、憲法改正の推進、賛成 67%、高市政権の支持率そのものも 72% という、ものすごい高い状態を維持することができています。なお、こうした世論調査でちょっと見ておかなければならないのは、国民は高市政権を支持していたとしても、決して自民党そのものを信頼しているわけではないというのがポイントです。世論調査によれば、自民党単独による政権ではなく、連立政権の方が良いというような意見が圧倒的でした。現在の世論調査1位は、自民党と維新の連立状態を維持するのが良いという意見が約 35%。続いて、自民党に維新とプラス国民民主党も加わった3党連立が 26.5%。それに比べて自民党単独政権が 9% にしか達していません。これは高市政権は支持するんだけれども自民党は支持できないというような人々が多いことによって、連立政権でどこかの党が加わることによって自民党単独政権の危うさといったものを補正することができると多くの国民が考えていることの証拠です。何にしても衆院選における高市政権の勝利を日本国内の要因ではなく海外要因だけで見ているアメリカやヨーロッパからの見方からすれば、話は最初に戻って中国が日本に対して新型軍国主義国家だみたいな話をしているのを見れば、中国は散々日本を脅迫し、それによって日本国民が中国に対抗できる政治指導者を求め、その結果として高市政権が選挙で大勝利したんだというような構図を解説しているところもあります。ですから、ドイツ・ミュンヘンで行われた安全保障会議で、中国の王毅外相がまたしても日本を脅しているのを見て、中国はまた日本国内の結束を高めるような墓穴を掘っているんだなというふうに見ている専門家もいるわけです。私もその見方に賛同です。結局彼らの脅しというのが日本国内においてどんどんと勢いを失っていく左派と後押しをしているような状態で、日本国民はそうした中国と共鳴しているような考え方に全く反動できないというのが現実なわけです。皆様今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。なお、ここまで話をしてきましたが、忘れてはならないのが誰が脅威かということです。日本国内で高市政権を批判する人たちが中国を批判するのではなく、高市政権が戦争を始めるんだというような主張をしている人たちがいます。現実はそうではなく、脅威が確実に存在するということを忘れてはなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひともこのチャンネルで情報の更新の助けになればと思っています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。